ねえずんだもん。日本に来た外国人が理由もわからずに泣いてしまう瞬間がある。泣く？観光で？観光じゃないのよ。何かを見たわけでも食べたわけでもなくて、見知らぬ日本人に声をかけられただけで泣いてしまった。そういう外国人の話が世界中にあるの。見知らぬ人に声をかけられただけで？今日はそういう話をしていこうか。どんな話なのだ？気になるのだ。外国人が SNS に投稿した実際の話が世界中で話題になってるの。実際の話なのだ。共通点は一つだけ。名前も知らない日本人に声をかけられただけ。それだけで泣けるの？泣けるのよ。なぜかはこれから見ていくわ。最初はインドネシアから来た女性の話を。インドネシアの人。奈良公園を観光していたの。鹿がいっぱいいるところなのだ。そうよ。でもね、奈良の鹿って観光客にどんどん寄ってくるでしょ。なんか服に触ってくるのだ。その鹿たちのせいで彼女が着ていたロングスカートが汚れてしまったの。あ、それは困るのだ。しかもかなりひどく汚れてしまって、もう仕方ないと諦めかけていた時、近くのお店の人が気づいて近づいてきたの。なんて言ったのだ。何も言わずにタオルを取り出して彼女のスカートをきれいに拭き始めたの。いきなり？彼女がいいです、大丈夫ですと断っても、大丈夫ですよ、拭きましょうって笑顔で続けた。断られても？しかもそのスカート、実はかなり汚くて臭いもするくらいだったらしいの。それでも拭いてくれたのだ。最終的にかなり綺麗になるまで丁寧に拭いてくれて、向こうからありがとうございますと言ってくれた。お礼を言うのが先なのだ。彼女は後でこう書いていたわ。考える前に気づいたらもう動いてた。でその天使を表現したの。考える前に動く、なのだ。そう。計算とかそういうのが一切ない。困っている人を見た。体が動いた。それだけ。それがすごいのだ。海外だったら、見知らぬ人にいきなり服を触られたら警戒するわよね。まず何？ってなるのだ。でもこの国ではそれが自然に起きてしまう。自然に、なのだ。次の話もっと不思議よ。何なのだ。外国人が日本の街を歩いていたら、見知らぬ日本人に突然行こうって声をかけられたの。見知らぬ人に？それは怖くない？普通は怖いわよね。でもなんとなくついていったら、連れて行かれた先でアイスをごちそうになったの。アイス？そして行ってらっしゃいと笑顔で見送られただけ。お金を払おうとしたのだ。もちろん払おうとしたわ。でもいいですよって受け取らなかった。何も要求しなかったのだ。名前も聞かない。連絡先も聞かない。ただアイスを一緒に食べただけ。なんでそんなことするのだ。この人にはなんでって感覚すらなかったと思う。熱そうな外国人がいた。それだけで体が動いた。深く考えてないのだ。次の話は一番地味だけど一番泣ける話かもしれない。どんなのだ。アメリカから子供たちを連れてきたお母さんの話を。旅行中なのだ。どうしても抹茶を飲みたくて、子供2人を連れて2時間電車に乗ってきたの。2時間？遠いのだ。子供も小さいし疲れてヘトヘトだった。かなりきつい一日だったという顔でお店に入った時、お店の女の子に声をかけてきた。なんて言ったのだ。かっこいいお母さん。それだけよ。たったそれだけで？そのお母さんは後でこう書いていたの。あの言葉が一番必要な瞬間に届いた。ちょうど必要な瞬間に、なのだ。日本人は心が読めるのかって泣いていたの。心が読める、なのだ。多分読めるわけじゃないと思うわ。ただ目の前の人を見ていたら、自然とそういう言葉が出てきてしまう人なのよ。その違いが大事なのだ。計算していったわけじゃない。かっこいいお母さんって、ただそう思ったから言った。シンプルなのだ。もう一つだけ話すね。何なのだ。東京の駅で大きなスーツケースを持った外国人が、エレベーターがわからなくて階段の前で困っていたの。重そうなのだ。そこに通りかかったおじさんが、無言でスーツケースの反対側を持ち上げて、一緒に階段を運んでくれたの。頼んでもいないのに。一番上まで持って行って、どうぞと言ってまた歩いて行ってしまった。要件だけ果たしてさらっと消えたのだ。そう。感謝されるのを待たない。称賛を求めない。なんでそんなことができるのだ。多分この人にはなんでっていう感覚がないのよ。困っている人がいた。それが全部。それが全部、なのだ。最後はスケールが大きい話を。どんなのだ。山の中の目的地に行きたかった外国人がいたの。山の中。でもバスがあるところまでしか来なくて、そこから先にどうやって行けばいいかわからなかったの。困ったのだ。そこに地元の人が通りかかって声をかけてくれたの。なんて言ったのだ。トラックを2台手配するから乗って行きなさい。トラック2台？その人は近くのトラックの運転手に連絡して、2台のトラックで目的地まで送ってくれたの。なんでそこまでするのだ。外国人もなんでそこまでって聞いたらしいの。なんて答えたのだ。でもこの人たちにとってはそれが普通だったのよ。それが普通、なのだ。見知らぬ外国人のために時間を使ってトラック2台を手配して山まで送る。この国ではそれが普通にあることなの。すごい国なのだ。こういう人たちって共通点があるのよ。何なのだ。見返りとか損得とか、そういうのが一切ない。困っている人を見た瞬間に何かを計算する前に体が動いてしまう。体が動く、なのだ。でも外国人が一番驚くのはね、こういう人たちがこの国ではごく普通にいるってこと。特別な人じゃないのだ。そう。
町のおじさんも、お店の女の子も、通りかかった人も、全員が普通の人なの。普通の人が普通にする、なのだ。こういう話が SNS に投稿されると、世界中から信じられない本当にって反応が来るの。世界中が驚くのだ。なぜ日本人はそんなことができるのか。何かの文化的な教育かって真剣に議論は起きてる。宗教とか文化とか。でも答えはもっとシンプルなのよ。何かがあったんじゃなくて、何もない日常の中にそれが当たり前にある。当たり前に、なのだ。アジアの端にある小さな島国が、なぜこれほど世界中の人を泣かせてしまうのか。なんでなのだ。多分ね、この国には誰かのために体が動く文化が、空気みたいに当たり前に存在してるの。空気みたいに、なのだ。名前を聞かなくていい。お礼を待たなくていい。ただ目の前に困っている人がいた。それだけで動けるのだ。それがこの国の普通なの。泣けてくるのだ。今日の話を誰かに伝えたくなったら、この動画を一人に見せてあげてね。こういう国に住んでいることを大切にしてほしいのだ。海外の人がこういう話を友達にすると、それは偶然だよって言われることが多いらしいの。偶然。でもね、日本を旅行した外国人ならわかると思うけど、これが偶然じゃないってわかるのよ。何度も起きるのだ。奈良でも東京でも京都でも山の中でも、この国のどこでも起きてしまう。偶然じゃなくて文化なのだ。そう。文化なの。教育されたわけでも制度があるわけでもなくて、ただそこにいるだけで自然にそうなってしまう。日本に生まれてよかったのだ。これがこの国の当たり前なんだって気づいてほしいわ。この文化がどこから来たのか研究者も不思議がってるのよ。不思議なのだ。欧米では親切って意識的な行動なの。今日は誰かを救けようって決めてするものなのよ。意識して助けるのだ。でも日本人に聞いてみると、考えてなかったって答える人が多いの。考えてなかった。体が勝手に動いた。これが答えなのよ。体が勝手に動く。なのだ。迷惑かなって考えるより先に手が出てる。それはすごいのだ。だから外国人がなぜって聞いても、本人たちは答えられないのよ。説明できないのだ。そしてその説明できない当たり前が、世界中の人の心を動かしてしまう。説明できないから余計にグッとくるのだ。計算じゃないってわかるから、泣けてくるの。ずんだもんも日本に生まれてよかったのだ。こういう瞬間がある国だから、また来たいって何度も思ってしまうのよね。リピーターが多いのもわかるのだ。日本に住みたいじゃなくて日本に戻りたい。その気持ちの正体はこれだと思うの。人の温かさが忘れられないのだ。観光地でも食事でもなくて、見知らぬ人に一言かけてもらった記憶がずっと残ってる。そういう記憶って消えないのだ。この動画を見てくれているあなたにも、こんな瞬間が今日あったかもしれないわ。気づいてなかっただけかもしれないのだ。それがこの国の日常なの。日常がすでにすごいのだ。そう。すごいのよ。この国は、もっともっと好きになったのだ。あなたもそう感じてくれたなら嬉しいわ。世界一優しい国なのだ。そうかもしれないわね。次の動画でもよろしくなのだ。次も日本の異常な常識を一緒に見ていきましょう。次も日本の異常な常識を一緒に見ていきましょう。チャンネル登録